はい、それではガンノートをスタートしていきたいと思います。今日のゲストは宮田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですけれども、まずガンノートのですね、紹介だったりとか自己紹介をさせていただければと思います。私ですね、岸田と申しまして、25歳と27歳の時に肺細胞腫瘍という珍しい癌になりました。その経験を経て、今、ガンノート代表理事をしているのですが、ガンノートはですね、がん経験者さんのインタビューを、ユーモアを交えながらお届けをしております。家族や友人、学校や仕事、お金や恋愛、結婚、育児などですね、医療情報は医療者の方に聞いたら教えてくださるんですけど、それ以外の患者側の生活の情報ですね。そういったところにフォーカスしてお届けをしております。はい。そんな中でですね、今日のゲストといたしましては、宮田さんとなります。宮田さん、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。宮田さん、簡単に自己紹介、はい、上からいただいてもいいでしょうか。はい。お生まれは和歌山でございまして、仕事をしてからずっと東京に現在も住んでおります。はい。現在65歳です。65歳。はい。家族は、妻と、もう独立してますけれど、息子3人がおりまして、仕事は、会社員、電気メーカーをしてまして、60歳の時に、定年退職をしております。じゃあもう定年退職から5年経ってっていうことなんですね。そうですね。はい。はい。そして趣味は？そうですね。旅行、車でドライブすることも含めての旅行と、もう水泳を毎日しております。毎日すごいですね。はい、そんなドライブって言ったところの趣味ってあるんですけど、ドライブ、ちなみになんかどちらの方にドライブ行かれるとかあるんですか？いろんなところ行きますけれど、やっぱり海の方に行ったり、湘南の方に行ったりとか、あるいは山を見るのが好きなので、富士山の方に行ったりとか、そういう方面に行ったりするのが好きですね。ああ、そうなんですね。はい。ドライブの魅力ってなんかあれなんですか？やっぱ景色とかそっちなんですか？それともなんか車でガンガン攻めているとかガンガン攻める年でもないので、もちろん走ること自身が好きですし、走りながら歌を歌いながら走ったりとか、横で妻は寝てますけれど、一人で気楽に歌を歌いながら走って、でもちろん綺麗な景色っていうのも大好きですね。今のガンノートの歴代ゲストさんの中にも車が趣味っていう風な方もいらっしゃって、どんなお車に乗られているとかあるんですか？ちょっと自慢ですけど、トヨタのレクサスっていう車でございます。はい、いいやつですね。はい、いいやつです。いいやつですね。ちょっと、はい、そんな、宮田さんなんですけれども、がんのことについても教えていただけますでしょうか？はい。今からもう約20年前ですけれど、44歳の時に、直腸がんが見つかりまして、で、ステージ 3B っていう診断でした。で、手術をいたしまして、現在は寛解して、回復しております。はい。ね、手術、薬物療法などをして今寛解しているという風な形でね。はい。その時のちょっと、いろいろお話を聞いていけたらなということを思っております。はい。これからですね、具体的に聞いていくんですけれども、個人の経験談でございまして、特定の治療法を推奨しているわけではございません。何かありましたら、主治医の方にご相談いただければと思っております。また、この後グラフが出てくるんですけれども、グラフはね、感情の浮き沈みなどを表しております。といった中で、こちら、はい、ドンという風な形でですね、だんだんちょっと下がっているような、そんな、はい、宮田さんのペーシェントジャーニーかなということを思います。はい。まずですね、ちょっとこの宮田さんのペーシェントジャーニーをお伺いしていければと思いますが、まずはじめ、こちら、2005年の44歳の時、はい。週末起業されていたと。そうですね。ちょっとこの前の話も実はあったりするんですけれど、40歳の時に、実はビジネススクール行って、MBA 取ったんですよ。で、それも会社のお金で、出していただいて、2年間、給料もらいながら、早稲田のビジネススクールで MBA を取得しました。で、非常にラッキーな思いしてですね。で、会社に戻って、いろいろ新規事業のトライとかもしてたんですけど、やっぱりなかなか、やりたいことができないなっていうのがすごくありまして、で、44歳の頃にもうこれ以上やっぱり会社にいても自分のやりたいことを実現できないから、
まあ本当はもっと長く会社にいなきゃいけないんですけれど、やめようかなと思ってました。で、当時流行ってた言葉なんですけど、週末企業というね、言葉が流行り出しまして、まあいきなり会社辞めて、起業するよりも、ある程度準備をしながらですね、目処が立ってから辞めた方がいいんじゃないのっていう考え方が週末企業でして、で、とりあえず形から入ろうと思って、妻の名義で、企業を作っちゃいまして、で、登記もしまして、で、私は全くボランティアとして、仕事をし始めた頃でした。ちなみにどんな業種というか。まあ、もともとIT 関連の仕事でしたので、まあ、IT 関連の仕事を、するような、準備をしてましたね。してたってことですね。はい。なので、もうバリバリね、もう仕事を、もう、平日は、普通の自分のね、今のお仕事されて、休日は、はい、ね、違うお仕事などをね。まあ、絶頂期というか、一番、天狗になってた時ですね。MBA も取得されてね。はい。その絶頂期から、ちょっとずつ下がっていきますが、それがこちら。まず、血便という形なんです。そうですね。はい。で、大したことなかったんですけれど、本当にトイレで、用を出して、で、まあ、本当にこれ幸いなんですけど、当時、うちのトイレにウォシュレットがなかった。で、毎回、紙でね、きれいに拭き取るっていうのがもう習慣でしたけれど、で、本当にトイレで、紙を拭き取って、見たときに、ペーパーにちょっと血がつくなっていう程度の血便。いわゆるその血がバーッと流れるっていうんではなくて、その程度の血便があったんですね。で、まあ、普通そういうので、癌だなと思う人ってなかなかいないと思って、私もそうでしたし、痔なんだろうなというふうに思ってましたね。初めは痔ということを思われていて、そこまで気にされてないか、この赤色の特にポジティブというか、別に。ちょっと心配だなっていう程度ですね。もうじゃあその時は、血出たなぐらいで、そのまま終わってたって感じですね。まあずっとではないですし、つく時もあるし、つかない時もある、という程度だったので、まあ本当に日々の忙しさに紛れて、全然気にしてはなかったっていうのが実態だと思います。血便ってなんか我々のイメージしている血の色と、その血便の血の色はどうなんでしょう？割と赤い色でしたね。ですから、トイレで、トイレットペーパーでお尻を拭いたときに、まあ、便の茶色い色と、そこの中に少しだけ赤い血が、ついてるなっていう程度なので、でも出口の近い部なので、赤い血なんでしょうね。じゃあ、鮮血というか。そうですね。はい。まだ鮮やかな血色ということですね。はい。なので、もしうちにウォシュレットがその時にあったら、気づかなかったかもしれないです。それはすごく、もしかしたら今、その時に、ウォシュレットがあったら、私はここにいないかもしれないな、とか思ったりもします。ちなみに今は？もちろんありますね。今あるんですね。はい。そっか、もうはい。あまり言うと、同等さんに叱られるんで。いや。今はウォシュレットを使われているということですね。はい。その後、こちらですね。クリニックで診察と。そうですね。はい。はい。まあ、近くの行きつけの、お医者さんのところで、ちょっと軽く相談したんですね。で、まあ、痔だろうと。もう年齢もまだ年齢44歳ですし、まあ、痔だろうということで、まあ、でも、心配だったら、大きな病院に紹介状を書くから、行ってみたらって言って、紹介状を書いてもらってたんですね。だからそれで気になったらということで、紹介状を書いてもらったりとかして、まあまだその時は何でしょう、大事には至らずというところでちょっと上に、そうですね、はい、まさかがんだとは全然思ってませんでしたので。このクリニックはなんか肛門科とかそういうやついえいえ、内科ですね、普通に。内科に、普通の内科で、診察していって。で、その後ですね、これが何だったのかというと、病院で検査。はい。で、紹介状書いてもらって、ちょうど、
子供が夏休みの頃だったんですね。この頃、小学生、中学生1年生かな、子供3人男の子がいるんですけど、やっぱり休みになると子供と遊ぶのが大好きだったので、その頃までもずっと週末になるとどっかで車でね、ドライブして遊びに行くっていうのが日課だったんですけれど、中学生になってきた頃から、だんだん子供が、一番上がね、中学生になってくると、遊んでくれなくなるんですよ。子供は子供でいろいろ忙しい。で、会社の夏休みの時だったと記憶してるんですけれど、子供たちがいないと。遊んでくれないです。暇だと。しょうがないから、じゃあ病院行ってみようかというので、大きな病院に行ったというのが、もしその時行ってなかったら、多分また夏休み終わって、仕事に翻弄されてたら、何ヶ月も行かなかったかもしれないなと思いますね。今思うと本当にそんな偶然の積み重ねですとね。じゃあ本当にタイミングなんですね。そうですね。そういう意味で言うと。そのタイミングが、あってというか、それで病院で検査をしようということで病院で、この時じゃあ、この時は何科に通うんですか？外科に行きましたね。行った病院が、私の自宅の近くの東京医療センターっていう病院なんですけれど、いわゆるその肛門科みたいなものはなかったので、外科を診察を受けました。で、そこでも先生に血便が出てどうのこうのって話したら、その先生も痔だろうというふうに言われて、実は簡単にお尻の穴になんか器具を入れたりとかして、一応簡単な検査をされたんですよ。で、その時もちょっと痔があるから大丈夫だろうという形だったんですが、その時はそれで多分終わったんです。で、その後でまたもう一回なんか違う用事で病院行った時に改めて行って、この辺自分でブログ書いてるんでブログを読み返してみたんですけれど、改めて相談して、じゃあ心配だったら、もうちょっとちゃんとした検査するって聞かれて、で、お願いしますって言ったんですね。で、その検査っていうのが、当時、今ほど内視鏡がまだメジャーじゃなかった。で、大腸の検査をするのに一番最初にやる検査っていうのが、中腸検査といってそのバリウムをお尻から入れて、で、胃からのバリウムと同じように、こういう台の上に乗ってこうぐる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 回されるというような検査をしたんですね。で、その検査で、痔じゃない結構大きなものが見つかったというのが、この病院での検査です。じゃあしっかり検査してみようということで、検査して、そうですね。はい。そこの中でじゃあ検査をしていてどうだったのかということになっていくと、眼告知を受けていくと。そうですね。検査の時は全然そんなつもりじゃなかったんですけれど、その検査結果を聞きに行った外来で、先生もびっくりしてまして、あったよって。まさかこんなのとは思わなかったよみたいなことを言われまして、癌ですと。で、かなり、早期ではないですと。5センチぐらい直腸のところに、癌らしきものがあって、もうすぐにでも手術をしないといけませんっていうふうに言われましたね。ただこの時のね、なんか感じでは、眼告知全然プラスマイナスでもなく、なんかフラットな感じなんですけど。何なんだろうな、いわゆる頭が真っ白になってというような、ことを聞くこともありますけれど、私のその時の印象は、頭が真っ白になってというよりも、いいのかな。私、母親はその時の20年ぐらい前に癌で亡くしてるので、癌という病気に対してそんなに全く初めてじゃなかった。知らないものじゃなかった。で、かつその時、母親の癌の闘病の経験から思ってたことは、お医者さんが言う通りにそのまま、受け止めてすぐ入院して手術してということが果たしていいのかどうかなという疑問も少しあったんですね。今から本当に20年前の話ですので、今ほどがんの治療っていうのが標準化されてないこと
時代でもありましたし、あるいはベストセラーになった患者やがんと戦うなっていう本を読んでたこともありましたので、かつ私の母親の闘病っていうのは、やっぱり無理な治療で寿命を縮めたなっていうのは結果論として思ってたこともありましたので、がんの告知を受けた時っていうのはガーンっていうわけではなくて、割と冷静に、じゃあこれから自分はどうしたらいいのか、この先生信じていいのか、この先生の言う通りにすぐ入院して手術していいのかみたいなことをなんか頭の中ですごく考えてた記憶があります。ああ、そうなんですね。じゃあお母様のこともあってっていうふうなことがあった。はい。その中で、このがん告知受けていった中で、治療に入っていかれます。その治療が、手術ということで、あれ、けど先ほどちょっとなんですかね、いろんな本を読まれていた中で、僕の記憶違いでなければ、そういった本ってどちらかというと治療をやめておいた方がいいんじゃないかみたいな医療否定本だと思うんですけど。で、その本の中にも書いてあったんですけれど、大腸がんって、やっぱり形が大きくなっていくと、放置しておくと、便が通らなくなるというような事態にもなり、ことが多いので、そういう場合はやっぱり、手術で取るっていうことが、非常に大事な選択肢だというようなことも書いてあったので、そういうこともあって、手術を、しようというふうに決めました。で、手術をされていくんですね。皆さんね、こちらの治療に関しては、まず主治医のね、先生にしっかり話を聞いてっていうのが大事だと思いまして、あと今様々なエビデンス、科学的根拠などがありますので、そちらにね、参照にしていただいたりだとか、それで決めていっていただければと思います。これは当時の、20年前のちょっとね、お話ということで、皆さんも聞いてもらえたらということを思っております。そして、手術、治療をされていく中で、回復手術、これがっつり切ったんですかね？そうですね。今でも、かっこいい傷跡が残ってますけれど、いわゆる回復手術ですね。で、この時に、あれ直腸がんですよね？そうです。であれば、その直腸っていうところを取って人工肛門にするとか、そういったところを直腸の手術の場合は、やっぱり肛門にどれだけ近いかによって、人工肛門になるかならないかっていうのは決まるみたいでして、で私の場合、かろうじて、多分人工肛門にならずに済むよというふうに手術の前には聞いてました。ただ、やってみなきゃわかんないから、というふうに言われてましたので、手術から目覚めて最初に主治医の先生に言われたのは、人工肛門にならずに済んだよっていうふうに言われました。そうだったんですね。だからその直腸は摘出していって、がんの部分は摘出していってということですね。そっか、じゃあ、結構これは、ご自身的には、そんなに下がってないということは、もう、なんでしょう、辛くなかったって言い方変ですけど。もちろん、手術は、術後は結構痛かったですし、ただなんていうのか、起業してね、実はその起業した時に、ブログを書き始めてたんですよ。で、当時そのブログっていうことが一つのそのいろんな情報発信の手段として、今のように SNS があんまりね、広がってない世界でしたので、ブログで何かを始めようっていうのが流行り始めてた頃。で、起業のブログを書き始めたんです。そうなんですね。で、3日ぐらい書いた時にガンが分かって、そのブログを新しく今度は、ガンとの戦いの、闘病ブログを書き始めてたんですね。なんかすごくふざけた言い方かもしれないですけど、自分の人生なんかいろんな波があって、面白いなっていうふうに感じながら、手術ということに関しても、がんということに関しても、すごく語弊があるかもしれないですけれど、その自分の運命をね、なんか楽しんでるような、そんな、側面もあったかもしれないですね。すごい客観的にね、見られて、そんな中でなんですけど、少し上がっていくのは、こちら。退院して湘南ドライブと書いてあります。これはどういうことですかね？
1ヶ月間ほとんど入院、手術の後入院してまして、でおかげさまで本当に、退院できて、すぐね復職っていうことはせずに1週間ぐらい自宅で療養しようということになりましたけれど、ただ結構その時点でも体力も回復してましたし、家にいてもつまんないなと。で平日だったので子供たちもいないし遊んでくれないなとで妻と2人でじゃあちょっとどっか行こうかって言って車で、海の方まで走って行って、で湘南で、海岸沿いのレストランで直腸の手術の後なのであんまり食べるものもね美味しくいただけないこともあるんですけれど、なぜかすごく気持ちいい風のところで美味しくご飯を食べれて気分が良くなったなっていうことをすごく印象に残ってますね。そうなんですね。それを退院されて、はい、ドライブされて、はい、そうですね、はい、ちょっと自分の、テンションが上がって、はいはい、そんな形だったんですね。もう食事も普通に食べれるんですか？そうですね。手術の後入院中にだんだん本当に、おかゆみたいなものから通常食まで戻りましたので、食事は普通に食べれますけど、ただやっぱり直腸っていうのは便が溜まるところなのでトイレは近いというか、やっぱり時間がちょっと怖いですよね。例えば電車に乗るとか車に乗るとかトイレにすぐ行けない状況を作るのは怖くは少しありましたけれど、その辺はなんとかなるだろうと思って車で行きましたね。そしてね、その後ちょっとドライブの後、下がっています。何があったのか。薬物療法、治療されていくんですね。そうですね。私の主治医の先生っていうのは本当に今から思うとっていうか昭和のボスみたいな感じのいい先生でして、実は手術前の判断はおそらくステージ1だろうっていうふうに言われてました。でただ手術をした後、周辺のリンパ節も取ったんですけど、そのリンパ節の中に、いくつか、実はかなり多くのリンパ節に転移があった。ステージ 3B っていう風な診断なんですけど、正確な数字は覚えてないですけど、リンパ節に例えば10個とかそれぐらいの数の転移があったので、これは標準的な治療として、術後は抗がん剤を投与して、再発の、防止をするための抗がん剤投与というのが、一般的でしたのでそれを行いました。そういったことも先生結構軽く言うんですね。ちょっとだけなんか周りになったからじゃあ手術した後注射するよみたいな軽い感じで多分ステージ1からステージ 3B っていうと結構数字でいくとね、いわゆるその 5年生依存力みたいな数字でいくと割と大きな開きがあるんですよ。そういったことを冷静に考えるよりもむしろなんていうかその先生の軽い感じの大事じゃないんだっていうようなことを匂わしてくれる表現がすごくありがたかったなと後から思いますね。で実際はやり始めたら1回目2回目は点滴で抗がん剤の通院治療をしたんですけれど大丈夫だったんですがやればやるほどやっぱりねきつくなってきまして、吐き気であったりとか、あるいは見た目をその抗がん剤ですのでこの点滴をねここから入れますけれど血管に色がついていくのが外から見えるんですよ。別にそれ自身はそんなに悪いことじゃないと思うんですけれど、自分の体がこうやって壊れていくんじゃないのかなみたいな、そういう不安に陥ったりとか、やはりやればやるほどどんどん副作用も強くなってきましたし、きつくなってきましたね。ということですね。だから手術の時よりもちょっと下がっているような、そうですね、そんな状況で、これはこの薬物療法は通院で行うタイプの、通院です。通院で行っていくようなタイプの抗がん剤をされていったという感じなんですね。
ちなみに抗がん剤はどれぐらいの期間されました最終的に？本当は1年間しなきゃいけなかったんですけれど、多分半年いくかいかないぐらいの間にもう結構先生にもきつくなってきたって言ったら、あとは飲み薬に途中から変えました。最初は点滴だったものを飲み薬に変えて、それでも辛かったですけどね。飲み薬に変えても半年1年ぐらいは、で飲み薬に変えてしばらくしてるうちにだんだん次の事象が起こってくるという話になるんですね。はい。それが次こちらになります。腹痛ということで、お腹が痛い。そうですね。だんだんちょっと痛くなって収まってということが何回かありまして、で痛み止めの薬を飲んだり、あるいはその主治医のお医者さんに痛み止めの注射をしてもらったりして収まるということが何度か起こってきてたんですけれど、やっぱり不安じゃないですか。なんだろうこの痛みっていうのは。で、そういう不安がどんどん大きくなってくるのもありますし、だんだん痛みが強くなってきて、である日もう朝起きたら痛くてしょうがない。これはもうどうしようもないなと思って、その手術をした病院に行って、休日だったんですけど、休日の研究の、受付をしてもらって、1年前にねここで手術をしたものですけどって言って、でいろいろ検査をしてもらったんですけれど、朝その病院に入って、いろいろ検査をしててもなかなか何が原因かが分かんない、内視鏡で見たりとか血液検査したりとかレントゲン取ったりしてもなかなか原因が分かんない。で、夜までかかったんです。で夜になって主治医の先生が休みなのに出てきてくださって、で最後その先生に自分が痛いってうなりってるところに来ていただいて、宮城さん分かんないからもうお腹切るしかないから切って調べるよって言われまして、もう何でもいいから先生やってって言ってやってもらったんです。で結果が開いてみたら腸閉塞だったということが自分が当然手術から目覚めてから知らされて、小腸に前の日に食べたニンニクの芽が詰まってて、それが出てきましたよと。消化の悪いニンニクの芽なんですね。でもちろんそれがとどめになっただけであって手術して癒着するっていうのは多くの人が経験してらっしゃることだと思いますし、でそういう中でだんだん癒着が激しくなって、でその癒着のとどめを刺したのがニンニクの芽だったと。ニンニクの芽が詰まってもう小腸の中で詰まって、そこがもうパンパンになって、なのでそこを切り取って、小腸これぐらい取ったのかな。そうだったんですね。それがこのね今のお話聞いてるのがこちら、緊急受診して腸閉塞だったと。そうですね。それはあれですね。本当にもうこの時はなんかがんの原因がなんかあるんじゃないかとか。そうですね。本当にお腹が痛くなるっていうのはまだ私自身もそのがんに転移についてのこともあんまり知識もなかったですけれど、なんかがんって転移するみたいだし、もしかしたらどっか違うところに転移してて痛くなってるのかなっていう不安もありましたけれど、なんかこう手術をした後、癒着して腸閉塞がよく起こるなんて知識がなかったので、腸閉塞なんて全然思わなかったんですね。なので逆にその痛みの原因が腸閉塞だっていうことが結果として分かって、それはそれでありがたいっていうかちょっと不安が解消されたんですけれど、心配だったのは腸閉塞になった原因が1年前の手術だと。で今回、腸閉塞を治すために手術したと。これ無限ループじゃないのっていうふうに思ってしまいまして、またなるんじゃないかっていうことですね。そうですよね。そういうところに対しての不安はありましたね。そうですよね。また次いつ腸閉塞なのか分からないですね。それが心配ではありましたけど。
あれですね、先生駆けつけてくれて、はい、ね、その日のうちに手術してもらってよかったですね。翌日目が覚めて、入院病棟に戻って、看護師さんに言われたのは、宮田さんって昨日の緊急室の人ですかって言われたんですけど、多分その病棟の中では結構大騒ぎだったんでしょうね。で、後から言われたのは本当に朝まで置いとくと、パーン非常に危ない状態だったということは後から言われましたね。いや、もうその痛さっていうのはもう想像しがたいですよね。痛かったですね、本当にね、のたうち回ってましたね。はい。そんなね、中でもう緊急オペみたいな形で、それで腸閉塞と分かって、で今はもう大丈夫になってということで、はい。ただちょっと聞きたいのは全然まだこれもフラットなところですね。はいはいはい。そうですね。腸閉塞緊急手術っていうのは分かったというところはフラットですね。安心した。でちょっと無限ループの心配もありましたけれど、がんの転移じゃなかったということと、原因がはっきりしたということで安心はしましたね。はい。そこからね、ちょっと次こちら。はい。退院して小児のそうですね。これはもう恒例行事になりまして、これも腸閉塞の時も1ヶ月余り入院をしましたので、じゃあ退院して同じようにしばらく自宅で療養している間に、また行こうかっていうことで妻と同じようにドライブをしましたね。ドライブ行ってまた気分紛らわせて。そうですね。はい。また退院できてよかったなっていうふうに思いましたね。その後、はい、こちら経過観察終了。はい。これはもうこの間ちょっと4年ぐらい経ってますけどね。で実はこの間4年あるんですけれど、妻も大腸がんになりまして。夫婦ですので全然遺伝とかも関係ないですけれど、2人とも40代で、大腸がんになるなんて仲がいい夫婦なんだろうなと思うんですけれどで妻も同じように大腸がんになって、どっちかっていうとすごく、これも変な言い方かもしれないですけど気が楽だったと。自分が経験したことだから妻ががんになっていいじゃないみたいに。で妻の方は、結腸直腸のちょっと上の方、でステージ1だったんですね。同じように回復手術もしましたけれど、私は直腸でね、直腸の方が大変なんですよ。いろんな神経とか絡まってるのでいろんな副作用もあったりもしますし、ステージ 3B だよと、君は、結腸のステージ1だよと、お腸みたいなもんだよみたいにこんな感じである意味私自身も妻も気が楽だったかもしれないですね。そんなことがこの中であったんですね。そうですね。はい。激動の40代だったんですね。40代ね。はい。そして経過観察ようやく終了していきまして、でそれでね、それから2年後、はい。これがめちゃくちゃ下がってるんです。そうですね。仕事も復帰しまして、もうやっぱりその頃になりますと、周りの方も全然当然退院してしばらくは気を使ってくれますけれど、だんだんね、そういうことは周りは忘れてしまって、で仕事がきつくなって、で50代の前半、いわゆる会社員として一番仕事をしなきゃいけない時期でもありましたし、いろんな責任が乗っかってきて、辛かった時期でもあったんですね。で、だんだんそういう辛い仕事をしてると、結構私、やっぱり体って正直なのかなと思うんですけれど、ちょっと異常が出てきたと。で、書いてあるようなストーリー、前立腺のあたりが、ちょっと痛くなって痺れるみたいな、症状が出てきまして、これは何なんだろうと。場所が場所ですので、泌尿器科を、受診しまして、いろいろと調べていただいたりもしましたけれど、なかなかはっきりとした答えが出ない。で、診断名は、非細菌性、慢性の前立腺炎という診断だったんですけれど、それ何かって言ったら、
前立腺の炎の人って結構たくさんいらっしゃるみたいなんですけれど、いわゆる菌が出てこない。おしっこからも菌が出てこないと。でもなんか患者さんが痛いと言ってるよと。原因がよくわかんないよ。みたいなことを、そういう、病名をつけざるを得ないのかなっていうふうに理解したんですけれど、なので、なかなか菌が出てこないので、菌が出てきたら多分、抗生物質をね、この菌に対してはこれっていうふうに、治療できるんでしょうけれど、いろんな試行錯誤をしながら、いろんな薬を変えたりしながら治療を続けて、何件か、本当に、前立腺の炎症のために、泌尿器科を受診しました。でもなかなか良くならなくて、むしろどんどん悪くなっていって、もう一日寝込んで動けないとか、いうようなことにもなってきてました。うわ、動けなくなるって相当ですね。そうですね。本当に辛かったですね。そこからどうされるかっていうと、はい。腫瘤が見つかる。はい。前立腺の炎症だとずっと思ってて、泌尿器科行ってるんですけれど、ある日ある時ふと自分で、前立腺って体のね図鑑の図を想像してて、私が手術した直腸のすぐ近くにあるんですよね。で、もしかしたらこの手術の影響があるんじゃないかなと自分で思いまして、で泌尿器科じゃなくてもともと手術していただいた外科を、その時点ではもう卒業してたんですけれど、卒業したところに改めて診察に行って検査をしてもらいました。そしたら CT 取ったらびっくり、先生もびっくり、なんだこれはと以前はこんなのなかったのに本当に、手術した直腸のすぐ近くで、多分それが前立腺を圧迫したのかなっていうふうに思うんですけれど、結構大きな腫瘤ができてるよというふうに言われまして、でこれは何なのかなと、先生がおっしゃるにはもう手術から7年経ってるから再発ということは考えにくいけれど、ただこんな場所にこんなものができているのは再発以外は考えにくいと、どっちかは分かりませんっていうふうに言われてで先生曰く、このまま放置しておくと遠隔転移する、もし癌だったら。でも癌じゃない可能性もあると。で手術をするとなると大きく取っちゃうよと。でつまり、人工肛門になる可能性も高い。もしかしたら人工膀胱になる可能性もある。手術するんだったら大きく手術するしかないと。かといって、放置しておくと遠隔転移してしまったらもう手術もできなくなるよと。さあどうするっていうふうに先生に言われたんですね。迷いますね、それは。でそこでとにかく白黒をねはっきりつけなきゃいけないと思って検査が非常にしづらい場所だったんですよ。大腸って通常中からね、検査しますけれど、中からだと検査できない、大腸の外だったので。なのでCT を取りながら針を刺して細胞を取るとかいうような検査の仕方をしたりとか、あるいはその内視鏡で、内視鏡の先にエコーがついている内視鏡があるんですけれど、それを大腸の中からエコーで、この辺だなっていうのを見定めて針を出して、細胞を取ってくるとかいろんなやり方があるんですけど、そういうことを繰り返して、結果的には多分癌じゃないだろう、癌細胞は出てこないというような状態になりましたね。そうなんですね。よかった。そっか。じゃあこの、腫瘤が見つかった、けどそれ癌細胞じゃないだろう。そうですね。その時点でかなり可能性が高いって言われたんですけど、再発のね。結果的にはそうじゃなかったと。この後ね、腫瘤が見つかっていって、その後セカンドオピニオン、サードオピニオンも受けられていくんですけど。そうですね。これはもうほとんど最初の病院で実は覚悟を決めてて再発だろうというふうに自分も覚悟したんですけれど、結果的にはそこははっきりしなかったんですね。検査はしたけれどどっちか分かんないと。なので、じゃあ検査のためのセカンドオピニオン、サードオピニオンをやっていました。検査のためのね。そうですね。はい。
どうでした？なんかちょっとネガティブのあれになってそうですね。でそこで検査をして、セカンドオピニオン、サードオピニオンでも非常に珍しい症例だというふうに言われまして、国立がんセンターでも見てもらったんですけど、国立がんセンターでも非常に稀な症例だというふうに言われまして、ただ過去に本当に数例なんかあったらしくて、同じような症例が。でそれはがんじゃなかったというふうに言われたのと、でその検査の方法もがんセンターの方では非常に細かいというか精密な検査もしていただいて、その結果も細胞が出てこなかったので、これはもう再発じゃない可能性が高いから経過観察しようというふうになりました。そうなんですね。そっか。経過観察。はい。もうその時は経過観察しようって言われた時は、はい。ご自身としては治療したいのになんでみたいにならなかったですか？でもね、手術するとそれこそ本当に大きくなっちゃうっていう可能性もありますから、これ以上検査して出てこないんだったらあとはもう信じるしかないかなというふうに思いましたし、でなんとなくこの辺から気持ちがグラフでも上がってる通り楽になってきてたんですね。一番最悪なのは最初の病院で多分再発だよって言われた時が最悪だったんですけど、セカンドオピニオン、サードオピニオンしてるうちにだんだんこれはもしかしたら再発じゃないのかなっていうふうな気持ちが出てきまして、で気持ちが楽になってきました。その後こちらですね。経過観察してたら痛みが改善していく、そうですね。これ時間かかりましたけれど、最初に言ってたその前立腺のあたりの痛みっていうものが、急ではないんですけれど、だんだん改善していきまして、何の治療もしてないんですよ。で、最初の病院に戻って経過観察っていうのは CT をね、例えば半年に1回とか取りますけれど、取るたびに先生がびっくりするぐらい、あれ小さくなってるよ何もしてないのに。で本当に4年ぐらい経ったら「なくなっちゃったね」ってで結果オーライだねで何だったのかは分かりませんっていうのが結果オーライだったんですね。そういうことだったんですね。そっか。そんなもう最終的になくなってよかったということで、そこからですね、宮田さんはこちらキャンサードライブという活動を指導されていく。この時点で、経過観察が、終わってというか56歳ぐらいで、その再発の疑いであったことも落ち着きまして、であと数年60歳までをサラリーマンとして平穏無事に過ごしまして、じゃあそこから起業しようなんていうことはやっぱりちょっとね年齢も年齢だったので考えなかったんですけれど、ただ60歳定年を迎えた後なんかやっぱり、自分でやりたいなと、以前はそれこそね、起業をしようと思ってたんですけれど、改めてその新しく法人を作って、ビジネスを始めようっていう気持ちにはならなかったんですが、自分一人で小さくできることでなんかがん患者のね、仲間の皆さんの役に立てることができないかなと思って立ち上げたのがこのキャンサードライブっていうのが、活動ですね。でね、こちらはどんな活動なのかっていうのをちょっとお写真をありますのでこちらをご覧ください。ホームページですね。そうですね。はい。キャンサードライブで検索していただきますと、このページに、出てくると思います。詳細はページの中にいろいろ書いてますけれど、がん患者の方を、ガソリン代とか、高速道路代だけいただければ、お好きなところに、ドライブ、私の自家用車でお連れするっていうサービスです。レクサスで来てくださるんですね。はい。お迎えに、ご自宅までお迎えにも行きます。それはあれですね。だから、タクシー代わりに使えるっていうことですね。はい。で、ガソリン代は、大まかに言うと、タクシー代の20分の1ぐらいでガソリン代済みますので、タクシーで、1万円かかるところは、ガソリン代だったら500円ぐらいで、大雑把に言うとね、それぐらいで行けますので、高速代は残念ながら同じだけかかりますけれど、それぐらいの費用感で、使っていただいて、私が
湘南にね、ドライブしてリフレッシュしたことがすごくやっぱり良かったなと思いますので、そんな体験をね、したいなと思う人がいらっしゃったら、ぜひご利用いただければと思います。地域的には、東京、神奈川。そうですね。私が東京に住んでますので、東京、神奈川、千葉、埼玉であれば、ご自宅までお迎えに上がって、好きなとこ行って、で、ご自宅までお送りするというようなサービスを行っています。はい。そんなね、ことをされている中でにはなるんですけれども、こちらね、次のこの指導していった後、はい。残念ながらなかなか利用されてなくなっている。ホームページ作るのはね、結構、ちゃちゃっとやってしまいました。もうそれこそ退職前の1ヶ月っていうのは有給消化してたので、退職前の1ヶ月の間にホームページを作って、もともと IT 関連の仕事もしてましたので、その辺は、楽しみながらできて、さあホームページできたぞと。どんどん申し込みが来るだろうと思って待ってたんですけど、来ないんですね。で、なぜ来ないかなって改めて考えてみたら、こんなことやってる人って世の中にいらっしゃらない。例えばがん患者会で何かあるよっていうのは知っていらっしゃる人が多いと思うんですけど、自分が大腸がんになって、なんかがん患者会ないかなって探す人はいらっしゃるかもしれないです。でも、がんになったから誰かドライブに連れて行ってって思って探す人っていないじゃないですか。だから、そんなホームページだけ持ってても検索してする人もいらっしゃらないし、じゃあどうやったらもっとね、いろんな人に使ってもらえるのかなっていうのを考えて活動をいろいろしました。で、それでいろんなイベントに行ったりだとか。そうですね。まずこれ退職直後だったので、ハローワークに行ったんですね。ハローワークに行って仕事を探す中で目についたのが、訪問診療のお医者さんの運転手というのがあったんです。これがいいなと。でなぜかっていうと、訪問診療のお医者さんの運転手をしたら、多分その先生と信頼関係ができるだろうと。で、まんざら悪いやつじゃないなと。まんざら運転も荒っぽくないなということで信頼いただけたら、その先生の患者さんががんの患者さんいらっしゃったら、その人を連れて行けば私も安心ですし、患者さんも多分安心していただいて、ドライブにできるんじゃないかというような思いで訪問診療の運転手をしました。いかがでしたか？やってみてですね、結果的にはいい経験になりました。お医者さんを送迎するだけじゃなくて、患者さんの送迎も行ったんですね。そうすると、いろんな人をね、お乗せする、いろんな状態の人を車でも乗せするということで、経験ができたので、それはすごくいい経験になったと思ってまして、例えば先生がね、患者さんをちょっと迎えに行ってきてって言われるじゃないですか。で、非常に状態が悪いから、もしかしたら途中で死んじゃうかもしれないけど、救急車呼ぶとめんどくさいから連れて帰ってきてねって言われるんですよ。もちろんこんな笑い事で言うことじゃないんですけれど、そういう経験をすると、度胸がつくというか、いろんなね、それまで電機メーカーでサラリーマンとしてしか、仕事してなかったし、病院、自分がね、病気になったと言っても、本当に知らないね、人をお乗せすることに対しての、心配っていうのが少し緩和されたのが良かったんですけれど、ただ、利用者さんが増えるかっていうと、なかなか増えなかった。そう。僕ちょっと無知なんで教えてほしいんですけど、そういうなんですかね、患者さんをお乗せして、どっか行くとかっていうところは、それはなんか、法律的には大丈夫なんですか？よく言われるのが、白タクっていうね。そうです、そうです、そうで、白タクって、例えば我々、若い頃、渋谷でお酒を飲んでて、電車がなくなっちゃって、私横浜に住んでた時ですね。そうすると、タクシー乗りが並んでるところに、怪しいおっちゃんが来るんですよ。横浜で5000円どうですかみたいな。あれなんですよね。で、あれは、いわゆる、違法行為で、要するに、タクシーとしての許可も取らずに、白ナンバーの自家用車で、人を送迎して、料金を取ることが、罰なんですね。これは明らかに違法行為です。で、キャンサードライブの違いは何かと言いますと、キャンサードライブは基本的には実費、ガソリン代とか、高速代だけをいただくだけで、それ以上は基本的にはいただきませんので、
その範囲内でやる分野だったら、誰がやっても許可も、届け出も必要なくできるっていうのは、国土交通省のホームページも非常に分かりやすく明記してますので、その辺はご安心いただければと思いますし、そうなんですね。で考えてみたらお友達とね、例えば旅行行くときに、俺車出すからガソリン代割り勘ねみたいな、やるじゃないですか。あれと同じなんですよね。ただそれは知ってる人なのか、そうです方なのかっていうところなんですね。確かに、ただめちゃくちゃ便利だと思うんですけど、ただ宮田さんを知らなかったらちょっと頼みづらいっていうのはありますよね。なのでさっき言ったそのお医者さんの運転手をしてて利用者は一人二人あったんですけど、それ以上広まらなかった理由の一つは残念ながらその訪問診療をされてらっしゃる、行き先の患者さんってやっぱりちょっともう手遅れだったりするんですね。ドライブに行けるような状態じゃないっていう方が多かった。なのでがんという病気ってね、本当に人それぞれだと思うんですけれど、宣告されてから治療をするっていう段階でまだまだその体は自由でね、動けるのに心が結構落ち込んでるっていう人多いじゃないですか。そういうご経験されてる方多いと、私自身もそうだったんですけれど、そういう人たちって訪問診療の患者さんじゃないんですよね。自分で通院されてらっしゃるんですよね。だからそういう人たちにもうちょっとお知らせして、使っていただけるにはどうしたらいいかなというのを考え直して、で一旦病院の方はもう退職して、で改めてがんの患者会ですとか、患者支援団体さんを私の方からいろいろアプローチして、お知らせしたりとか、あるいはその、市民パネル、がん患者の市民パネルっていうのはご存知の方も多いと思いますけど、そういうところに参加して、がん患者の皆さんの集まりに行って、で私はこういうことをしてますよというのをお知らせするような活動を、地道に続けまして、でそれでだんだん利用者の方が増えてきたっていうのが今の段階ですね。そうなんですね。そっか。だからそのね活動が、実ってこちら新聞に掲載と。国立がんセンターさんの方でイベントがあって、でそこでがん患者の声を聞くっていうね講演のコーナーがあった時に他の患者仲間と一緒に私も5分10分お話をさせていただいたんですね。でそれを聞いていただいた新聞記者の方がお声掛けいただいて、で記事にしたいのでっていうので取材していただいて、でおかげさまで新聞にも載ることができました。新聞に掲載されて、活動がメディアにもそうですね。そんな中でですね、宮田さん本当今ねこういう活動も広げられていってっていった時に、ちょっといろいろこれからですね、ちょっと各項目についても、お伺いをしていこうかなと思います。ちょっと重複する部分があるかもしれませんが、ご容赦ください。まず一つ目、こちらですね。病院や治療の選択といたしまして、どのような病院を決められていって、セカンドオピニオン、サードオピニオンされた時もいいですし、あと治療っていったところで主治医が信頼できるできないっていうお話もあったかと思うので、ここのお話などをお伺いできたらと思うのですが、まず病院はどのように選びましたでしょうか。手術した先ほども名前出しましたけど、東京医療センターっていうのは本当にうちからも歩いて行けるところでしたし、子どもたちも生まれたのもそこの病院だったので、病院としては一択でしたね。で、近くのクリニックさんに紹介状書いてもらうのもそこに書いていただいたので、そこはあまり選択は考えずに行きました。まず病院の話じゃないです。この後の、すみません、こちら、セカンドオピニオン、サードオピニオンをされた時、この病院とかどうやって決めていったんですか。これは多分この時点で私はもう再発してると思ってました。なので検査のためにというよりも、最初に行った病院で再発っていうことが決定的になって、で、じゃあ手術をどうするかということを考えなきゃいけないと思ったんですね。でその手術をする先、治療をする先としてあらかじめ、それこそ一般的な書籍ですね。一番やっぱり
大きかったのは症例数のデータを載ってる書籍ってあるじゃないですか。で大腸がんだったら、ここだみたいなことがありますので、そういったところの症例数とかを参考にして、やっぱり症例数がたくさんあって、特にその再発の手術っていうのは最初の手術、多分最初の手術の時っていうのはどこの病院でももちろんお医者さんによってね、腕はあるかもしれないですけど、方法論は同じだと思うんですけど、再発の手術の仕方っていうのは多分、標準化一般化されてないことも多いと思って、より多くのね症例書があるところがいいかなと思ってましたね。で決められていたということですね。ありがとうございます。じゃあちょっとここの治療の際なんですけれども、あれ主治医を信頼する信頼しないの話があったと思うんですけれども、ここは最初に、受診したお医者さんが本当に話をしてて、この人はあんまり信用できないなというふうに感じたんですね。それなぜなんですか？なんでなんだろうな、なかなか話をしてて、例えば、最初言ったように痔だろうっていう方で検査するしない、検査つらいよみたいな、ちょっと極端ですけれど、投げやりなで検査するかどうかも患者さんが決めることだからねっていうふうに、で私が検査したで見つかったと。よかったよって言うんですよ。あんた検査しなくていいって言っただろうって思うんですけれどそういうところからなんか自分の責任を負いたくないんだろうなこの人はみたいななんかそんな印象を受けたのでこの人に命を預けるのはちょっとごめんかなというふうに思って、でもともとそのクリニックで受診した先生にお願いして毎回違う先生を紹介してもらうようなことでちょっといろんな技を使ってやってもらったんですね。同じ病院で？同じ病院で、はい。そういうのができるんですね。なんかその外科の医長さんと多分個人的につながりがあったんだと思うんです。で医長さんに連絡してもらって、じゃあその医長さんの受診の時診察の時間に無理やり一回ねじ込んでもらって。でそれ以降はその医長さんにずっと関わって、なかなかねこういうのって難しいですよね。一度大きな病院でついた担当の先生を変えてもらうっていうのは、その辺は結果的に良かったと思います。クリニックの先生に相談したってことなんですね。でじゃあそこでその先生に手術してもらったりだとか、それはすごく信頼してできましたし、結果も良かったですし、薬物療法だったりとかもしていった。ただこの時にもちょっともし言いづらかったらあれなんですけれども、なんかどちらかというとその医療否定派の本を読んでいたりとかされていて、手術に関してはそういうしていったものの、こちら薬物療法とかなっていくとやめた方がいいんじゃないのとか、そういったことは思われなかったですか？思わなかったですね。やっぱりその1ヶ月、診断を受けて先生を変えていただいてからね、その先生に対しての信頼はどんどんやっぱり高まってきましたので、この先生の言う通りにしようというふうに思いましたので。やっぱそこは医師の信頼関係なんだな。そうですね。医療者の人たち本当にね、ぜひ患者さんと信頼関係本当ぜひよろしくお願いします。お願いします。本当にそして、次こちらですね。ちょっとお伺いしたいのはこちらになります。辛かったこと、副作用や後遺症などという形になります。こちらはですね、薬物療法の後遺症、もしくは手術の後遺症など、そんな中でこれ大変だったなとかっていったものはどちらになりますでしょうか？やっぱり抗がん剤の吐き気が辛かったのはありますね。これは先ほどお話した通りですね。でやっぱり一番辛かったのはとにかく再発の疑いの時、一番どん底まで下がった時ですね。何が起こってるか分かんないし、仕事のストレスも絶好調だし、本当になんていうか、逃げたかったですね。全てから仕事からも逃げたかったし、でなんかこう
仕事から逃げようというネガティブな気持ちが、すごくね、全く個人的な、医学的根拠もない話ですけれど、ネガティブな気持ちが、なんか、悪化させていったのかなっていうふうに思ってるんですよ。そうですね、というふうに、思います。すべてに対してネガティブに考えて。そうですね、はい、はい。言ってしまって、はい、仕事も。がんになって、思うことは、再発するのがやっぱり怖いじゃないですか。怖いですね。で、仕事でストレスが溜まると、再発するんじゃないかなっていうふうに思うじゃないですか。それがすごく、ネガティブな気持ちになっていった。で、こんなにストレスある仕事をしてたら、俺って再発するんじゃないかなっていうふうに思ってしまうんですね。思ってしまうと、なんか、腫瘍マーカーの値が上がってきちゃったりするとか、不思議なことがどんどん起こってきたのが、急降下の時期ですね。これは、なんか、どう乗り越えるとかってできるんですか？どうなんでしょう？まずは、もう上司に話して、会社を本当に辞めようと思ったんです。ああ、そうなんですね。今のまま仕事を続けていくのはもう、すごく前立腺の痛みが激しかったので、休みがちだったし、精神的にも辛かったですし、で、上司に話しても、治療に専念したいから、再発の可能性もあるだろうし、辞めようっていう話をしたんですけれど、当時のその上司が言ってくれたことが、後ろ向きの気持ちで辞めんなと。前向きの気持ちでね、新しい仕事にチャレンジするとかいうふうに辞めるんだったら応援するけれど、そういう後ろ向きの気持ちで辞めるんだったらお前にとっても決していいことじゃないから、というふうな話をしてくれて、で、本当に嫌だったプロジェクトを外してくれたんですよ。最大のストレスの原因だったプロジェクトを。で、それのおかげで気持ちが楽になったということがあります。ああ、そうなんですね。そういった配慮を、してくれたということですね。そうですね。そこでちょっと、気持ちも、ちょっと余裕が戻ってっていう、そうですね。で、なんかこう、潮目が変わったのがその辺かなと。なんか、がんとの戦いって、スポーツの試合なんかでもそうですけど、流れがあるじゃないですか。悪くなっていったり、良くなっていったり。そういう潮目が変わるタイミングだったのかなというふうに思います。後から思うと。結果的には経過観察でね、治っていくというか、なくなっていく。なくなっていくという不思議な現象だったんですね。はい。そしてね、次こちらになります。こちら。家族、パートナーのことと、お子様の話はちょっと後でお伺いしますので、どちらかというと、パートナーのことというところをお話しいただきたいんですけれども、治療中、経過観察している間に、奥様も、がんになられてっていうのがありましたけれども、治療トータルして、なんかこうしてもらってよかったようなのか、こうしてほしかったようなのか、いろいろいかがでしょうか？とにかくなんか明るかったかなと思います。家族として、子供も含めてですけれど、もともとその時点で、私の母親は癌で亡くなってましたし、私の父親は、まだ存命でしたけれど、2度の癌になってました。で、妻の母親も、私が入院してる時同じタイミングで乳がんで入院してました。で、父親だけは、まだ癌になってなかったんですけれど、なので本当に癌だらけだったので、私も癌になって、で、私が癌の診察を受けて家に帰って、妻に話した時に言われたことは、やめてよみたいなことを言われて、もうその時点で、お母さんも入院してたので、で、次に言ったことは、がん保険入っときゃよかったって言われたんですよ。いや、そういう問題じゃないだろう。1週間ぐらい前にがん保険入るかどうかって話をしてたんですよ。入っときゃよかった。いや、そういう問題じゃないだろうと思うんですけれど、みたいな感じで、なんかこう、本当に、なんだって言って、2人でなんか落ち込んだり、2人で、泣いたりするような場面っていうのは、なんかこう、子育ての時期でもあったし、バタバタしてたし、幸か不幸かなかったですね。そっか。そのような、奥様はこう、結構、何でしょう、しんみりってなるんじゃなくて。そうですね。割と、明るく、
がんのね、手術を行く時なんかも、ストレッチャーに乗せられて病室からゴロゴロって行くんですね。で、エレベーターのところで、ここから先は、手術室ですっていうところまで、一応妻が一緒に来てくれるんですけど、写真撮るんですよ、こうやって。で、ピースするんです。で、一緒に付き添ってくださった看護師さんが、こんな人いませんね、っておっしゃってましたね。すごい明るいね、そんな奥様で。まあ、それが良かったってことですね。そうですね、はい。妻が手術行くとき私は逆にね。はい。そのような形でね、接してくださってっていうふうな、方かと思います。その中で、今奥様のお話聞きましたが、お子様、3人息子さんがいらっしゃったかとお伺いしてるんですけど、当時、治療の時は、お子様はおいくつでしたでしょうか？長男が中1、で次男が、3つ下だから小4と小2か。それぞれのお子さんたちにがんのことは伝えたんですか？そうですね。もちろんこういう家族なので、がんにあったけど手術したら治るよっていうような表現で伝えたと思います。そうですね。はい。この子たちの反応も、そんなに、やっぱり心配してたんだろうと思うんですけれど、手術の前日かな、お見舞いに来てくれてて、で、明日手術だよって言ったら、長男が、パパ、手術頑張ってねっていうふうに言ってくれたことが、ちょっと大人になったなというふうに嬉しかったのを覚えてます。それで頑張ろうと。はい。いうふうな。自分が頑張ってもしょうがないんですけどね。我慢な先生ですね。そうか。治療をされていて。だから、その中で、子供たちと、がんを通じて、何か大変だったことっていうのは特段大丈夫ですか？そうですね。で、あとはもう手術の後入院してる期間なんかも、家族でね、妻と子供3人が来て、病室でわちゃわちゃしてましたから、そういう意味では明るかったですね。そしてですね、先ほどちょっとお話にも出てました、仕事のことについてお伺いしたいんですけれども、お仕事、電機メーカーでの会社員で仕事されていてといった時に、再発の疑いの時にね、プロジェクトを外してもらったりとかいろいろありましたけど、その前の段階といいますか、がんの治療をしていった時、このようなこの治療をしてた時のこの会社への報告もしくはそうですね。まずじゃないけど休職などしてたらどうでしたか？分かった時で会社に行って一応上司に報告しました。でびっくりしますよね。あまり周りにもがんの人もいらっしゃらなかったのでびっくりしてまして、でもその時点である程度入院して手術するっていうのは決まってましたのでそういう話をしました。で、上司にはあんまり手術するから当然休むのもわかるけれど、がんという病気のことはあんまり言わない方がいいんじゃないかって言われたんですけれど、逆に私は直接ね一緒に仕事してる人たちには直接会ってがんということをはっきりとね、伝えました。多分言わなくてもね噂は広まるのが目に見えてますし、噂が広まったらきっと尾ひれ背ひれがいっぱいついて、いろんな話ね広がっていくだろうと思ったので、自分から正確に情報をお伝えした方がいいと思って、仕事仲間には自分から直接伝えました。仲間たちの反応いかがですか？びっくりしてやっぱり言葉が出ないですよね。周りの人の方が。私は何回かいろんな人に話しててだんだん慣れてくるんですけど、聞く方はやっぱりねびっくりして、言葉が出ないですよね。もう頑張ってくださいとしかね言いようがないと思いますので、なんかそういう皆さんがびっくりするのを見て楽しんでたところもある。どんだけびっくりするか。そうこいつはすいませんどんな反応を示すのかなとか。それがね宮田さんらしさというかね。そうですね。はい。じゃあそこから休職はされていくんですかね？いや有給の範囲内で1ヶ月だから1ヶ月半ぐらいだったのかな。
休んだのは。そうなんですね。なので有給消化で。有給消化でやっていった。薬物療法の時ももう普通に、通院だから。そうですね。はい。全然、休むことは、2週間に1回ぐらい通院で休むっていう程度だったので。そうなんですね。はい。そして、先ほどのね、この時は辞めるか辞めないかという時に、プロジェクト外してくれたりそうですね。で、無事、60歳定年まで勤め上げてっていう風な感じなんですね。いや、本当ね、なんか、周りの人たちって言った方たちね、なんかすごい、同僚とか、たちだということを思いますしね。なんかいろいろお見舞いにも来てくれたんじゃないですか。そうですね。やっぱり、皆さんお見舞いに来てくださったんですけど、で、一から話するじゃないですか。なんで見つかったのとか、なんで分かったの、どういうふうになったのとか。で、来てくれる人に話するんですけど、だんだん面倒くさくなってきて、ブログをね、書いてましたので、メールも、いただいて、いついつお見舞いに行くよっていう連絡をいただいたには、来る前にブログ読んできてねと。もうそこで予備知識を全部、失礼だと思うんですけれど。ちゃんと今の状況こんなんだからと。毎回ね、いろいろお話ししていくとね、そうですね。どうやって分かったの、どうなしようだったの、大変ですもんね。そうですね。はい。これは入院患者さんあるあるなのかなと言おうと思います。いろんなね、お見舞いの人来たら、毎回ね、同じ話しなきゃいけないっていうね。はい。そんな中で次こちらになります。お金や保険のこと、先ほどがん保険の話が出てましたけれども、治療費ってざっくり本当に何でしょう、最初の高いとかじゃないよね。もう大腸がんの治療とか、入院も含めてざっくりどれぐらいかかりましたかね。1ヶ月の入院ですので、数十万単位だったとは思うんですけれど、改めてありがたいなと思ったのは、私がいた会社の、憲法の制度が、いわゆるその高額医療に対しての補填がかなりあったんですよ。一般的なその国保なんかでも。なので、例えば保険診療の範囲内で治療している限りでは月数万で済むんですね。なので当然保険診療じゃないとこっていうのはその入院の食事の費用とかは自腹ですけれど、食事なんてどこでやってもねいりますから。なので保険診療の範囲内でやってる限りには本当にそんな家計をね圧迫するような治療費がかかることはなかったですね。それは後から本当にいい憲法だったなというふうに思いました。それは素晴らしいですね。そっか。それで治療費というのは抑えられているところで、なんか民間の保険入られてましたか？それこそ同じような組合関連の共済に入ってましたので、そんなに多くは出ないですけれど、手術1回いくら、入院1日いくらというのは出てましたので、なのでそれもあったので大きな出費マイナスになるということはなかったですね。じゃあお金に対するなんか苦労っていうか大変っていうのは、特段この時は大丈夫だったと。いやこれはねすごいやっぱご自身の入られている会社のその健保組合がねどうかっていうのはすごく大事ですもんね。そうですね。そういうことがないとなかなか本当に高額医療費がねどれだけ自己負担がなんてことは考えないですからね普段は。ねえそうですよね。今ね高額療養費制度がね引き上げになるんじゃないかというところで結構いろいろありますけれども、こういったところでそれはもうね入られていた会社様のそういった権利ということでなっていったということですね。次はこちらですね。工夫したことなんですけれども、治療中でもいいですし、治療後などでこういう工夫したな、何でしょう、食べ物でもいいですし、なんか入院中これで気を紛らわしたでもいいですし、なんかそういった工夫したこといかがですか？やっぱり当時、ネットワークが今のように、便利じゃなかった。で、病院なんていうのは、皆さんもご存知かもしれないですけど、携帯電話絶対使っちゃいけないっていう時代だったんですね。なので、パソコン持って行ったんですけれど、使えないのが分かったので、入院前の数日の間に、PHS って懐かしいでしょ？あれなら良かったんですよ。PHS は大丈夫ですね。PHS の通信カードを、その入院前に契約して、でそれをパソコンに挿して、
もちろんスピードはね、遅いですけれど、ブログを書くのはそれで、インターネットでやってたんですね。インターネットでつないでブログを書けてたので、あるいはいろんな人とのメールのね、やり取りもできたので、あれは非常にやっぱりあるかないかはね、大きかったかなと思いますね。今だったらね、Wi-Fi つながってるからね、病院に入院中の方も結構コミュニケーション取れるでしょうけれど、それは、割と時代の、一番、まだ、そんなにネットワークは進歩しない頃ですけれど、その辺はIT の仕事をしたので、得意だったっていうのがありますね。それで、ネットつないでブログを書いていたっていうのが、よかったっていう。そうですね。はい。自分の励みにもなりましたし、ブログを見て応援のね、メッセージをいただける方も、多くだったので。そっか、ネットっていうのね、今だと Wi-Fi 当たり前ですけどね、今だと。そういう時代だったと。はい。そんな中でなんですけども、情報といたしまして、当時、インターネットで情報を得てたのか、主治医からなのか、はたまたね、マスメディアなのか、いろんなあると思いますけれども、がんの情報はどういったもので得ていましたでしょうか？やっぱり今ほど、インターネットで検索してっていう、正しい情報にありつける時代でもなかったですので、さっきもちょっとお話したように、本屋さんに行って、本を探す。で、さっきのような、言ってたような患者がんと戦えみたいな、割と偏ったね、本もありますし、そういうものよりも、むしろやっぱりデータが欲しかったなと。で、治療件数ですとか、そういうリアルなデータが割と参考になりましたね。それも本からリアルなデータがあって。そうです。割と分厚めな本で、本当にデータがずらーっと、大腸がんだったら、回復手術だったら、ランキングは載ってるんですよね。そういうランキング本ということですね。そうです。大手メディアさんからね、そういったなんか手術件数のやつとか出てますもんね。ああいうものを参考にしましたね。今だったらネットも使えますね。そうですね。あるいは本当に、いい情報がね、たくさんありますけれど。そして次こちら、がんになる前と後で変わったこと、これ気持ち面でも、生活習慣でも何でも構わないんですけれども、宮田さんががんになる前と考えてたことをなった後でどう変わったか。仕事に対しては、さっきからもお話した通り、起業して、やろうっていう気持ちから、一旦それは置いといて、やっぱり無事にね、勤め上げるというか、少なくともその時点で子供はまだ小さかったですから、親の責任を果たすために、無理なことをするよりも、サラリーマンとしてね、続けていく方が安全だろうということで、企業の思いっていうのは一旦封印して、おとなしくサラリーマンしてました。上司からは、やっぱり、ギラギラしたところがなくなったねと言われました。いい意味でも悪い意味でも。そっか。一度その病気したがゆえに。そうですね。してなかったらもう会社にはいなかっただろうと思いますし。で、逆に言うと、もう少し、がんを見つかるのが遅くて、起業してからだったら、多分病院に行く間なんかなかったかもしれないと思ってるんですよ。そっか。そんな時間がなかなか取れないでしょうから。だから本当にがんが分かるタイミングと起業のタイミングって、ほとんどドンピシャだったんですけれど、それがちょっとずれてたらまた人生変わってたのかもしれないなと。そうですね。思いますね。わかんないですけどね。何が起こるかわかんないですね。確かにね。そんな中で、ちょっとこちらの項目ですね。今大切にしたいこと、もしくは夢、目標、今後大切にしたいことでもいいですし、今どういった目標、今後大切にしたいことありますでしょうか？やっぱり起業したかったということは、すごくずっと思ってまして、で、その結果、キャンサードライブという活動をね、退職後に自分一人でやるということを、しました。で、やってみて思ったんですけど、めちゃくちゃ楽しいなと。いわゆる、例えばこれ、会社員時代に、
こんなキャンサードライブじゃなくても結構、新しいサービス事業の企画の仕事が割と多かったんですね。で自分でこんなことやりたいなと思いついて、それを形にして、承認を取って、実際スタートするまでどれだけ大変かっていうのをもう散々味わってきたんですよ。やりたいけどできない。ボツになることの方が圧倒的に多いわけじゃないですか。で、こんな企画を書いたらきっとあの人はこういうだろうなって、この人はこういうだろうなって、あいつにきっとダメって言われるだろうなみたいなことがいっぱいあったんですけれど、もちろんそれはね、会社という組織としては絶対必要なことだと思うんですけれど、それを改めて一人で、こんなサービスを立ち上げるなんていうのは、一応ね、習慣上企画書は作ったんですよ、簡単に。それを妻にプレゼンして、こんなことやりたいですって。勝手にやればというふうに言われてああいいな。であとはもう自己、責任で自分がやりたいことを、形にして世の中に出して世の中が評価してもらうっていうことが非常にやってて気持ちがいいというか楽しいというか、やっぱりもしかしたらがんじゃなくて起業してたらこれのねもっと何倍もね面白い充実したこともできたのかもしれないなとは思うんですけれど、60歳になって改めて気がついて俺サラリーマン向いてなかったなって思いました。ずっとやってきたけれどもそう一人で自分の思う通りにできるのってこんなに楽しいことなんだなっていうふうに、それはキャンサードライブっていうね今の活動っていうのは大きなねお金を儲けるためにやってるわけじゃないので、そんなに失敗と言っても大したことリスクも取らなくていいんですけど、それが実際事業としてね、自分で起業して会社として回していくというのは違いはあるとは思うんですが、ただ本質的にやっぱり自己責任で何かをやるっていうことの楽しさ、それを大切にしたいなと思いますし、それが今充実した活動としては本当に小さい活動なんですけれど、それが楽しいなと思いますね。ね、この活動を続けられていくっていうことですね。はい、ありがとうございます。はい、ここからですね、ちょっとインフォメーションを挟ませてください。がんノートですね、がん経験者のリアルな生活という、こちら書籍ですね、Amazon さんだったりとかお近くの書店にもあるかと思いますので、様々な方の工夫が載ってますので、もしよかったら見ていただければということと、オーディブルなどを聞くといったこともできますので、こちらもチェックしてみてください。そしてこちら、ここまでね、見てくださっている方はもうチャンネル登録してくださっている方も多いかもしれませんけれども、もし学んだ方はチャンネル登録していただいて、そして高評価、コメントなどで応援してもらえると嬉しいなと思います。そして、応募して、出てみたいよという方は、応募フォームといったものもございますので、こちらにですね、ホームページから、こちらもチェックしてみてください。宮田さんもね、こちらの応募フォームいただいてって感じでしたよね。そうですね。はい。がんノートは何かいろんな活動を調べていく中で、割と、知ってるがん仲間も、何人か、登場していますし、こういう、情報発信されてらっしゃるがんノートっていうのはよく知ってました。ああ、そうなんですね。いや、ありがとうございます。はい。ね、もしよかったらまた見て、皆さんも、検討してもらえたらと思います。で、ここはですね、はい、メッセージとなっていくんですけれども、宮田さんにね、皆様へのメッセージっていうのをいただいておりますので、こちらになっております。がんは気から、ちょっと字足らずなんですけれど、病は気からっていうね、言葉は、非常によく言われる言葉だと思うんですけれど、やっぱり病の中でがんっていう病気は本当に気持ちの持ち方が大事な病気だというふうに私は思ってます。今まで経験をねいろいろお話しさせていただきましたけれど、本当に私自身が再発の疑いがあった時っていうのがもう気持ちから落ち込んでいって結果的にお医者さんがびっくりするようなことにもなりました。ただお医者さんが分かんないうちに治ってしまったのは気持ちの切り替えができたからと思ってます。もちろんね、こんなこと、医学的にはね、何の根拠もない話ですし、私自身の経験談でしかないんですけれど、本当に気持ちの持ち方次第で、治療っていうのも、きっといい方向になることもあるんじゃないかなというふうに思ってますので、とにかく気持ちを前向きに、持つことが大事だなというふうに思います。
はい。という中でね、がんは気からというね、コメントもいただきました。はい。のね、宮田さんの、はい、ここまでのお話いただいて、宮田さんいかがでしたですか？なんか喋るのは嫌いじゃないので、岸田さんが上手にいろいろと導いてくださるので、非常に話するのは楽しかったです。ありがとうございます。ただね、僕ね、一個だけ気になることがあるんですよ。はい、はい。はい。宮田さん今日ずっと帽子かぶってなんかしてくださってると思うんですけれども、これにもなんか意味がこういうさっきも言いましたよね、キャンサードライブという活動を広めにあたっていろいろとがん患者のね、方の集まりとか、あるいは患者市民パネルみたいなところに参加していろんな方とお話しする機会がございます。で、その中でよく話題になるのが、皆さん抗がん剤のね、治療をされて、頭に帽子をかぶったりとか、いろいろされていらっしゃる方もいます。で、私の場合ね、20年前なんですよ。抗がん剤したの。まだね、生えてこないんですよ、これ。っていう話をよくするんです。そうするとね、暗い顔して、皆さん、抗がん剤の治療がね、髪の毛生えてこなくてって、悩んでいらっしゃる方が明るくなっていただける。これが嬉しくて、こういうことをしてます。失礼しました。はい。ちょっと超野暮な質問かもしれないですけど、これは経年的なやつなのか、それとも。実はこういう話をしたらね、がんのこと全然ご存じない方って、大変ですねって言われるんですよ。20年経っても生えてこないんですって言うと、そうなんですかって。そうすると私、ボケようがないんです、それ以上。あんなことはしてらっしゃる方は、笑ってくださいます。皆さん笑ってください。じゃあ、ボケということでね、はい、皆さん認識してもらって。はい。超野暮な質問失礼しました。明るくトークをするっていうのがね、非常に大事だと思うので、そのネタにぜひ使わせていただければと思います。はい、そんなね、明るい宮田さんのね、闘病経験談でございました。これがね、皆さんの何かのヒントになれば嬉しいなということを思っております。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバーイ。はい、ありがとうございました。